折り紙で作る少しばかりぷっくりとした雪の結晶のオーナメント、こちらの作り方をご紹介していきます。最初に雪の結晶から作っていきます。折り方につきましてはこちらの紙でご紹介します。まずこの折り紙を半分に折ります。折ったら開きます。開いたら真ん中の折り筋に向けて下の方、これを半分に折ります。折る際は左右どちらか端っこの方に折り筋をつけてください。しっかりと折り筋をつけたら開きます。次に右側の方に折り筋をつけたと思いますが、これを左側の真ん中の折り筋ですね、こちらに向けてこのように持ってきます。折り筋同士を合わせるように折ります。次に右側のこちらの角、それと上のこの角ですね、ここを合わせるように動かします。上の三角形同士を合わせるようにします。合わせたら下の辺を折ります。次に右側の下の辺を左下の辺、こちらの方に向けて動かします。動かしたら真ん中あたりの部分を折ります。今動かしたこちらの辺を今折った部分に戻すように折り返します。はい、このような感じです。折りましたらこれを裏返します。次に右下のこちらの辺、これを左の方に動かします。動かすと下側に辺が見えますので、ここに合わせるように今動かしている方を折ります。折ったら今度は右側のこちらの辺を右の方に向けて動かします。なので今折ったものを覆い込むような感じで動かして、そして右側の方、ここを折ります。はい、ここまで折りました。一つのオーナメントに対して雪の結晶を2つ使います。この2つをできる限り同じ形にしたいので、まず上の部分を切ります。先端の方を揃えて、そして上の方を切るのですが、切る際は一番手前のこの紙ですね、この角のところで裏側を見ますと、裏側にも同じようにこの角の部分があります。これをひっくり返すと、反対側に同じようなところが来ます。ここをですね、結ぶようにしてハサミでまっすぐ切ります。この1枚だけでもこの角の方が裏の方にもありますので、1枚ずつ切っても大丈夫です。できる限り同じにするので2枚同時に切ります。角のところよりも若干先端寄りで切ります。裏の方もチェックして大丈夫そうであればこのまま切ってください。はい、こんな感じです。次にこれに雪の結晶の下書きを描いていきます。下書きにつきましてはこちらの紙でご紹介します。こちらの紙にはすでに下書きを書いていますが、お好みの形の雪の結晶で大丈夫です。好きな形で書いてください。この説明ではもう1枚の折り紙にもこれとほとんど同じような形で書く必要がありますので、その書き方についてご紹介します。下書きを書いている紙に何も書いていない紙を載せます。載せたら少しずらします。ずらすことで下の紙の下書きを書いている部分が見えるので、そこを目印にするように上の部分に点でいいので印を書いていきます。一辺書いたら別の辺をこのように出して、下側の下書きに沿って上の方に、だいたい同じような位置を書き写すような感じで書いていきます。このような感じで点で印を書いて大まかなポジション、位置に印をつけました。
あとはこれを定規を使って線を引いていきます。印を書いた紙に線を描きました。ところどころずれている感じはありますが、大まかな目安として先ほどのやり方でちょっとやってみてください。一つ注意点をお伝えします。雪の結晶を描く際に先端の部分をですね、1センチ以上切るようにしてください。1センチ以上先端を切るような形に、作ってください。先端を切らない形にすると中央を膨らませる際に形が悪くなってしまいますので、ここはお気をつけください。あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切ったらこれを開きます。2枚とも開きました。そうすると頂点が7つあるものが出来上がります。でさらにですね、この7つあるものを切っていくのですが、ハサミで切る場所は一つの頂点のこの左右に折り筋があると思います。この折り筋の部分を切ります。まずは一つの頂点の片方、折り筋がある通りにハサミを入れて切っていきます。はい、こんな感じです。切ったら反対側の方、右側ですね。ここも折り筋に沿って切るのですが、のりしろを作りたいので、折り筋よりも今切った側の方、切り落とす側に寄せて切っていきます。残す幅はお好みの幅で大丈夫です。これがのりしろになります。このような感じで1箇所切り抜きます。この要領で先ほどの紙2枚ですね。こちらも1箇所切っていきます。1箇所ずつ切りましたら、山折り、谷折りと折り方を直していきます。頂点があるこちらの部分は山折り、その間の部分は谷折り、そして頂点は山折りという感じで折っていきます。のりしろの部分も同様に、こちら今山折りになっているので、これも谷折りに変更します。のりしろの部分も谷折りにしました。このような感じで山折り、谷折り、山折り、谷折りというように折り方を変更していってください。折り方を山折り、谷折りとこのように直しました。もう一枚も同じように折り方を変更しています。そしたらこれをですね、輪っかになるように接着します。切った部分ののりしろ、ここにボンドを塗ります。塗ったら反対側の同じところ、ここに貼り付けます。表、裏どちらでもいいですが、今回は裏側に貼り付けました。はい、このような感じで貼り付けました。この貼った部分も最後には谷折りにします。もう一枚も同じように貼り付けてください。2つものりしろの部分を貼り付けましたら、次にこれを横から見ると、このように山のような形になってますんで、少しばかり中心に向けてぐーっと押し込みます。もしもですね、この押し込む際に真ん中がほとんど切れていないと、真ん中の紙の部分がくしゃっとなってしまいます。なので1センチ以上切るようにお願いしております。次にこの2枚を貼り付けていきます。ボンドを塗る位置は真ん中からできるだけ外側のところに塗ります。なので頂点の裏側の方、ここにボンドをつけます。つけたらもう1枚の同じようなところ、ここに貼り付けます。貼り付けたら一つ飛ばしてその隣のところ、この先端にもボンドを塗って貼り付けます。貼り付けたらまた一つ飛ばしてその隣、ここにも先端にもボンドを塗ります。で貼り付けます。3箇所貼り付けたらボンドが貼り付いて動かなくなるのを待ちます。ボンドが貼り付いたら今度は真ん中の部分を引っ張ります。このように今片方にへこんでいる状態ですので、これを真ん中あたりを持って引っ張ります。そうするとこのような感じで真ん中が膨らんだぷっくりしたような形になります。もしもこの際に先端の部分を接着していないと、バラバラな感じになっていますんで、気になる場合はここも接着してください。で、接着する場合は1箇所ですね、紐を貼り付けるので、
先端同士を貼り付ける場合は残り2箇所だけにしてください。最終的に1箇所も貼り付けます。先端の部分を1箇所を除いて他の5箇所を貼り付けました。はい。それでも横から見るとぷっくり膨らんでいる状態になってます。最後、この1箇所に紐を貼り付けます。ちなみに今回ですね、ご紹介しているものは頂点と頂点の間のこの部分を切り離しています。これをつなげた形のもので作るとこのようになってますが、この場合はですと、頂点の部分にボンドを塗らずに、この頂点と頂点の間のこの部分ですね。今回紹介したものは切っていますが、このようにつなげた形状で作りますと、この部分を接着すると、見た目もよく綺麗に作れるかと思います。これはお好みで、お好みの形で作ってみてください。次に紐の飾りの方を作っていきます。まずはこの折り紙を半分にします。半分にするのですが、折るところは真ん中だけに折り筋をつけます。折り筋をつけたら開きます。そしたら向きを変えて、で、さらにですね、この状態で、また半分にします。半分にするのですが、折り筋をつけるのは真ん中だけですね。真ん中に折り筋をつけたら開きます。こうすることによって折り紙の真ん中だけに折り筋ができます。次にコンパスを使います。コンパスの針を先ほど折った真ん中の折り筋、ここに当てます。当てたらコンパスを折り紙の横幅、できるだけ目いっぱいに広げます。お好みの幅で広げてください。次にこれで円を描きます。折り紙に丸を描いたら、折り紙の真ん中の部分ですね。ここをコンパスの針でこのまま穴を開けます。はい、穴を開けました。次にこの円をハサミで切ってください。円の部分をハサミで切りました。次にこれを渦状に切っていきます。渦状に切る際は端の方からハサミを入れて真ん中の方に向けて切っていきます。幅についてはお好みで切っていっていただければと思います。最初の外側はできるだけ太く、だんだん細くしていくようなイメージで切っていってください。このような感じで渦状に切りました。このように中央あたりは細く、外側は太く、するように切ってます。次に白い紐を使います。紐の先端にボンドを少しつけます。ボンドをつけたらこの先端を尖らせます。そしたら渦状に切った折り紙、このままの形で真ん中にコンパスで開けた穴ですね。穴に紐を通します。もしも穴が小さかった場合は、尖っているもので穴を広げてください。で、紐の方を通します。少しだけ通せばいいです。通したら先ほど作った雪の結晶に貼り付けます。渦の穴に通した紐の先端にボンドを塗ります。ボンドを塗ったら雪の結晶の1箇所貼り付けていない部分、ここに接着します。貼り付けます。ボンドがしっかり貼り付いて動かなくなるのを待ちます。次に渦の中心の部分をこのように押し出して、そしてこの中心を動かして雪の結晶の上に持ってきます。中心を結晶の上の方に動かしたらボンドで固定します。はい、これで落ちるような感じのですね、雪の結晶のオーナメントの完成になります。ちなみに紐の長さにつきましては、飾りをつける場所に適した長さで、切ってください。今回は1メートルほどのものを用意しました。また、渦状の折り紙が長さが足りない場合は、もう1枚をこの切った先端の部分に追加して貼り付けてください。末端の方のご説明を忘れていました。末端の方ですが、これにつきましては、紐の上の方に一度巻いていただいて、この状態で
吊るして長さの確認をしてください。問題なければボンドで固定してしまってください。あとはこれを吊るして完成になります。実際に吊るしてみるとこのような感じになります。青い色紙でも同じように作ってみてもいいのかなと思います。内側の白い部分が見えてはしまいますが、お好みで画用紙を使うのもいいのかなと。そしてさらに上の飾りの部分ですね。これについても同じ色の折り紙を使ってみると統一感が出るかと思います。お好みで作ってみてください。それでは今回はですね、少しばかりぷっくりした雪の結晶のオーナメント、吊るし飾りですね。こちらの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。